こんにちは。今日はレッドフォトギャラリーにお邪魔しています。今回はちょっとコロナ対策のためにマスクをつけたまま失礼いたします。じゃあ今日は藤崎くん、どうぞよろしくお願いします。藤崎陽一です。もともと革の職人をやってたんですけど、それをやめてから特にやることもなかったんですけど、その中で写真に出会って、でのめり込んでいったっていう感じですね。最初からこういう、今回展示してあるような建物が中心だったんですか？いえ、最初はスナップやってましたね、街の。で、夜の写真学校っていうワークショップに通い始めて、で見たりっていう関係の中でこういう形になっていきましたね。では今回の展示についてちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、動機とかあれば教えてください。動機、今回はレッドフォトギャラリーで展示させてもらってるんですけど、僕がここでやらせてくださいっていうことをお願いして、でレッドのメンバーの方々がいいよっていうことでやらせていただいて、大変ありがたいですね。今回の展示のタイトルからじゃあご説明お願いします。今回の展示のタイトルは「=X」っていうタイトルで、イコールではないもの、なんか違うもの、ちょっと変わって見えたり、そういう感じで撮ってましたね。これはシリーズ化ですか？前にも展示をされているようなんですけども。そうですね、大きい流れは変わってないと思いますね。その撮り方だったり、撮る時間帯とかは変わらずですね。ただちょっと対象が大きくなっているっていう感じはしますね。この写真とかこの建物とかを撮る上でなんか気をつけてることってありますか？そうですね、建物を撮るという意味で気をつけることは特に考えてないんですけど、その写真を撮るっていうことにあんまり考えすぎないっていうか、そういうことは気をつけてますね。普段はどんな感じで写真を撮って、三脚を持ってとか、あと夜とか昼間とか、そういうこだわりとかってあるんですか？こだわりはほとんどなくて、なくて、なるべく普段のように撮れる感じで撮りたいって感じで、三脚とかも、使っても見たりするんですけど、ちょっと邪魔だなみたいな、基本手持ちが多いですね。どのくらい歩いてるんですか？時間3時間ぐらい。3時間ぐらい。結構な時間ですよね。夜の3時間。そうですね。結構クタクタにはなる。よく街撮りする人とか街で撮る人って不審者が撮られるけど、そういうこととかはない？そういうことを気をつけてあります？今まで不審者っていう感じで、思われたとか言われたっていうのはないですね。逆になんか興味本位で何を撮ってるんですかみたいな感じで言われることはありますね。であの感じがいいんですよみたいな感じで言うと「おー」って言って納得して帰ってられる感じがしますね。なんでうちはたまに言われるよ。
警察まで行こう。さすがやね。まあでもなんかやっぱね、人が対象ではないとか、そういうことはあるのかもしれないですね。うちもね、最近発泡スチロールとか取ってるけど言われるよ。発泡スチロールで言われるの。ちゃんとしてる。そうだね。そうかもね。そうかも。コロナでこういう撮影に影響とか出た？全くない。なさそう。全くない。逆に人がいなくて嬉しいくらい。そうだね。やっぱ夜減りました人。全くいないでやっす。ぱそうだよね。まあ行ってる場所はほぼいないっていうのもあるんですけど。あとはなんか大切に写真の目的っていうんですかね。なんか気持ちの上で大切にしてることってあります？気持ちの上で大切にしていること、気持ちか。あんまりないですけど。まあ大体皆さん写真撮る時って、これハッとした瞬間に撮るとこれかなとか、これをもうなんていうんですかね。何気なく私も撮ってしまうんですけど、はい、ここが撮りたいみたいな感情的にな気分っていうんですか。感情的な気分はほとんどなくて、どっちかっていうとその見え方の面白さみたいな。なるほどね。そうだからなんか見つけたっていう感じですか。発見したっていう、その喜びはありますね。あ、こんなところにあったんだとか。だからそれを何かこう感じたものをこう、その写真の中にこうそのまま収めるっていうのが撮ることができればいいなとは思いますけど。そうですね。宝探しっぽい。それに近いような感じはしますね。なるほどね。見つけたっていう、見つけたっていう。あれ好きなの？あれ可愛い、なんか私可愛いと思っちゃうんだけど。今回マスコットキャラみたいな。マスコットキャラさ、さ教育テレビとかで出てきそうな。可愛いね。うちあれ最初クマだと思ったんだけど、ロボだっていう人もいてね。やっぱりそれは何なんだろう。いやまあみんな好きな自分の見方でやっぱ見るからそれぞれあるんじゃないかな。それが面白かったですよね。これは多分おそらくですけど CG なんですよ。あ、そうなんだ。でまあ看板のようなものなんで、まあ言ったらリアルではない。こういうふうに感じるっていうのはもう見てわかるんですよ。でそれをまあ写真で撮るときに、まあ、ファインダーを覗いたときにあるねっていう感じですかね。だから実際にこれはない。でも見え方として面白い。面白い。この並びに意味はある？意味はない。意味はない。並べてみていい感じだなと思ったから。そうだね。まあいろいろ意見もありながら。意見もありながらね。まあでもなんかこう並べる順番とかはまあ家とかでこういろいろ並べてみて。まあ実際でも家で見るのと並べてみるのとではギャラリーとかでまた見え方が大きく変わってきたりするからやってみないと分かんないよって感じがするね。いいこと言う。いいこと言う。やってみないと分からない。やってみないと分からない。回数やっぱ重ねるとまあ失敗も含め経験できるんでそれは大きいですね。その展示した後の経験でまた次に選ぶ写真とかがやっぱ大きく変わってくるっていうのはまあ次に活かせる形にはなりますね。あと作品だけ大きさが違うのは何か意味があるんですか？あれはですね、大きくできなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい。なんで？大きくしちゃうと
かなりぼやぼやになっちゃうんですよね。形としてというか見えそう方として。今でもちょっとぼやってうんしてるような、そううねってるような感じはするけど。まあいい意味でいい勉強になったプリントの仕方でしたね。大きくプリントはしてみたんですけど、ちょっと無理があるなっていう感じで、これは小さくしようかなっていうふうに。なるほどね。まあ見え方として面白いので、まあ展示するならあのサイズがいいのかなっていう。こういう建物とか建築系撮ってる人って結構計算的に撮ってる人もたくさんいると思うんですけど、そういうところで逆に言うと感覚的に撮ってる感じなんですかね。その撮りたいものが別にその建物が撮りたいわけじゃなくて、そのなんて見え方の発見みたいなものなどだから別に何だっていいんですよ、言ってしまえば。でもまあ夜撮ってるってこともあるし、その見え方がその瞬間じゃなくて、なんかその時間に行けばそう見えるものが動かないであるっていう感じはありますね。なるほど。なんかでもこう、まあ、パソコン上で、まあ、撮った写真は見るんですけど、基本的には。なんかその時にやっぱりこう感じたものがそこになかったりとか、あったりとかあるんですよ、やっぱり。自分はあの時撮れたって思ってたのに実際見返してみると、あれそうでもないなみたいなあったりして、なんでそこでもう一回写真として見た時に同じような再現がこう自分の中にあった時に、なんかまあいいのかなっていうふうには思いますけどね。じゃあ今度は写真以外で何か好きなこととかってあります？まあ音楽聴いたりとか、まあ漫画読んだりとか、まあ映画見たり、まあそういうの結構好きですね、写真以外でも。最近流行りの鬼滅は見たんですか？鬼滅は映画は見てないんですけど、アニメは見ましたね。どうでしたか？なんか綺麗な絵だな。綺麗な、そう、私は見てないので。本当ですか？皆さんね、なんか感動するとか映画では言ってらっしゃるけど。語る感じはないけど、ないけど。では次にインスタとかやってらっしゃいますか？やってないですね。やってないんですか？結構ね、インスタと写真展と組み合わせてやってる方も、まあ、お知らせ程度で使う、私の場合はお知らせ程度でしか使ってないんですけど、結構インスタでも写真をバンバン上げてる方が結構多くいらっしゃってて、なんかその辺なんか思うことってありますか？別にやりたいと特に思わないんで、やってないだけなんですけど、なんかこう見るものによってなんか大きさちょっと違うじゃないですか。まあなんか見せたいサイズみたいなものもあるので、まあこういう展示をギャラリーとかでやるときは自分の好きなサイズで見せることができるので、そういうのはいいなと思いますけどね。まあそうね、ギャラリーの方がやっぱ生は違いますよね。YouTube ご覧のこの番組見てる方々にもちょっと生とデジタルの違いっていうのはちょっと伝えたくて、多分写真が今銀色なんだけど、それが伝わってないかもしれない、 YouTube 見てる人には。ネットだけでは見せづらいところではあるかもしれないですね。写真の方だけど見に来てって感じ。そう見に来てって密にはならないところなので換気もしてるし、そのプリント自体の写真の良さみたいなのは伝わりづらいかもしれないけど、まあ見えるものっていう感じはそんなまあ変わんないんじゃないかなって。なるほど。ちなみに今回紙こだわった？
こだわった、そうだね。ちょっと使ってみたい紙を使うことができたって感じだね。結構発色がねいい感じがして、うん、銀がベースそう、ですよねメタリックのシルバー。シルバーで。紙がもう銀色なの。そう、銀色ベース。じゃあもうその生っていうか印刷する前ももう銀色になってる。銀色。面白いよね。面白いですよね。ちなみにおいくら万円？いくらだったかな。結構お高いのでは。それはシークレットって。そうですね。調べればすぐわかると思いますけど。皆さんシークレット。これからじゃあ写真を始める方の、写真作家になりたいとか、そういう方々へのアドバイスなどがあればお願いします。はい、撮ればいいんじゃないですか。本当そうだよね。撮ればいいんじゃないですか。撮って発表する。そうですね。撮って発表するだけだとインスタでやってますよっていう人がいるじゃん。何を？発表はインスタでやってますよ。だからそれはいいんじゃないですか。それでいいの？はい、その本人がそこで発表したいって考えてるのであれば、どんどんやったらいいんじゃないって思いますけど。私も本当そう思います。なるほど。なんかその作家さん自体がどういうふうに発表をしたいかの選択のチョイスなんじゃないですか。どう見せたいかとか。まさかそこだもんね。いいんじゃないですかね。ギャラリーとかでこう作品を発表する時に、その写真とお客さんと話したりするから、そこでやっぱ違う見え方とか、発見があるじゃないですか、そこでも。そういった意味では面白いですよね。失敗したらチャンスがないって思ってる人たちもいると思うじゃん。またやればいいじゃない。またやればいい。またやればいいじゃん。今後藤崎君の今後はどうなっていくんですか。はい。そうですね。どうなって。でもこう続けていきたいですよね。写真を撮ることは、続けてはいきたいですね。で、1年に1回とか発表することができればいいなと思いますけど。またね作品見たいです。どうなってるか。どうなっていくんですかね。どうなっていくんですか。発見の仕方次第そうね、発見ねかなと思いますけど、なんかでもこう自分の頭の中でこういうものみたいな感じでいくとやっぱちょっと違う感じはありますね。でもこう発見した時の感じのまま撮れればこういうふうになる可能性があると思いますね。では今日は藤崎くんありがとうございました。ありがとうございます。